はい、こんばんは、たかちゃんです。今日は蛇のね、巨食とか、休眠、あと繁殖とかそういう話をちょっとしようかなと、思ってるんですけれども、多分話長なると思うんで、多分、今日ちょっと一回これで巨食についてちょっとお話ししてみますね。蛇の巨食。うん。蛇の巨食っていうのは、僕自身の経験から言うと、ボールパイソンとか、あとシシバナヘビっていうのは、ありがちですね。うん。これはだからボールパイソン特にうちなんか、うちで飼ってる、今、ボールパイソン、うちは3匹と、あと、青大将3匹、で、ボアコン3匹、ヘビがいているんですけどね。とりあえずボールパイソン3匹のうちのもう2匹は今拒食で食いません。はい。もう餌を近づけても逃げます。青大将も同じですね。うちの青大将ちょっと弱気なんで、いつもおきれいにしてるんですけれども、それももう一切食わないんで、もう何も今ちょっと与えてませんね。はい。これはもう、普通ヘビやったらけど結構やっぱりみんな心配になりますよね。いきなり食わなくなったとかね、なったらね、とか言って。で、いろいろ結構 SNS とかで、そういう話っていうか、質問でね、どうしたらいいですかとか、そういうの結構来ますけど、まずは自分の目で、そのヘビをよく見てみましょう。環境をよく一回見てみましょう。それが一番手っ取り早いと思います。はい。特に今の時期なんか急に寒くなってきて、ほんで、湿度がね、一気に下がってるでしょ。ヘビの湿度ってだいたい60%ぐらいあればいいんです。ちょうどいいんですけど、今やったら、何もしなかったら、30%とか40%とかまで落ちて、やっぱりね、ヘビによってもちょっと変わりますよね。飼育のあれが変わるんで、だから強いて言えばそこに加湿器を乗っけてあげたりして、で、湿度を上げたりして、で、それからまたちょっとの間、様子を見てあげて、で、また、餌与えてあげたら、食べるとか、でも、ウォールパイソンとかなら、もう、本格的な給食っていうのに入るかもしれませんね。うちの子も多分、時期的っていうのと、あと年齢っていうんですかね。ボールパイソンは何年やったかな？ 1 年か2年買ったら休職するみたいな話を俺昔なんかどっかの本で書いてたんですけど、これはほんまか嘘かはわかりません。はい。でも拒食はします。で、大体半年ぐらいですね、拒食はしますね。その間は別に僕はいつも通り買ってます。うん。で、食わないんやったら餌代浮いていいかなとか考えてて、別にね、ガリガリになるんやったらちょっとこれやばいなっていうのはありますけど、そこまで行くようなのはね、なかなか多分ないと思います。はい。だからそのまま拒食は拒食でもほっといたらいいんですけれども、問題はね、その蛇が、餌を食べなくなる、そういう蛇が、難しいんですよね。こう、何ヶ月も、食べなくなる蛇に、耐えられない飼い主っていう気持ちですよね。なんで食べてくれへんのっていう、その気持ち。うん。それが多いですね。そういうのって多分、みんな多いんじゃないですかね。なんかね、そういうのちょっと書いてたんで、ちょろちょろって書いてて、ヘビなんて、うん。普段と一緒のように飼ってて、急に餌食べなくなったら、やっぱり初心者っていうか、あんまりまだ飼って間もない人なんか、ね、心配になりますよね、すごい。
うん。だからそういう時ってやっぱり、あーってなんか悪い方にこう考えちゃうっていうのがありますけど、その時のこのメンタルですね。このメンタルをいかにこう保つか、その蛇といかにこう付き合っていくかっていうところで、もうそうなってもう、なんていうのかな、どうしようもないって思ったら、もう一匹飼いましょう。うん。もう一匹蛇飼いましょう。そうすると、結構体っていうかメンタル的に落ち着きます。うん。だから、そういうのもありです。はい。俺はそれでもいいと思いますよ。だから、ね、まあ、よく、爬虫類ショップ行って、まあ、全然餌食べてくれてる子を、一匹お迎えしたりとかして、それならちょっと気分がこう晴れるっていうんですかね。一匹まあ拒食してるけど、まあこれはまあまあ仕方ない、今だけだ、やろうなっていうので、で、もう一匹をまあ愛してあげるみたいな感じで、うん。で、いいと思うんです。僕は。そんなやり方もいいと思います。はい。まあ要はね、蛇のその拒食っていうのは、これちょっとね、まあ、基本的にはまあ自分の目の前の蛇の様子を自分が一番知ってるんで、自分の蛇が自分が一番当然知ってますよね、飼育してるんで。だから、まずは自分でしっかり考えて、で、そっからですよね。そっからどうするかですよね。で、結局まあ、SNS とかで書いてるの、まあ大体調べるんであれば SNS か雑誌とか本ですよね。そういうのが、まあ当然まあ、皆さんもヘビの飼育の本なんか1冊か2冊はまあ買ってると、持ってると思うんですけれども、まずはまあやっぱり、この2つありますけど、これの大きな違いっていうのは、まず SNS っていうのは無料。で、本や教科書っていうのは有料っていうところです。この違いがね、結構あるんですよ。だからね、SNS より、よく詳しく載ってるのは、完全に本とか教科書ですね。うん、僕も思います。うん、実際 SNS ではやっぱりね、わからないことってすごい多いんですよ。でもその代わり雑誌とかには細かいことまで全部書いてくれてるんで、うん。だからまあ、ね、もしまあ今拒食になってどうしようと思うんであれば、まあ SNS でパッて聞くより、まずはちょっとそういう本を買って勉強してみて、ね、アマゾンとかですごい売ってますからね、そういうボールパイソンの本とか、他にも普通のヘビの飼育の本とか、そういうのをまず自分で見てみて、で、自分でまあ、そのヘビの環境を改善してあげて、それでちょっとまあ様子を見ると。うん。僕はそういう風にやった方がいいと思います。はい。まあ、シシバナとボールパイソンがね、まあまあそういう風になっちゃう、拒食気味になっちゃうヘビとして、まあ思い当たるっていう感じですね。うん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 。他にもまあ、今やったらね、やっぱり急に寒くなったり、湿度とか、あと、レイアウトを変えたり、床材変えたりしたとか、まあ、ハンドリングが増えたとか、そんなん、そんな、まあ、ちょっとしたあれでも、ほんと拒食につながるんで、うん、だから、もうそのままに、まあ、ね、してあげ、できるだけ今までの同じ状態のままにしてあげるっていうのが、すごい大切です。特に冬は、急に温度下がったり、なんかあったかくなったりとか、秋ぐらいからですね、うん、なるんで、うんうん、みんなの、その、蛇もね、やっぱり、ね、自分も心配ですけどね、まあ、蛇は蛇で、ね、普通に生きてるんで、お腹減ったらそら食べますし、ね、そんな、今はまあ、蛇はまあ、餌、もう腹いっぱいやったらもう当分ええわ、みたいな感じで、まあ、食わない時も結構
これ多いと思うんですよ。あんなんて。そんな、まあね、無理に食わしても、ね、そこで食えへんからって言って、強制休止とか、アシストとかしてもね、これはちょっと、結構危険なんですよ、逆にね。強制休止とかすると、逆に口の中に傷が入って、なんかなってしまう、傷が入って病気になってしまったり、その強制休止したおかげでヘビが死んじゃったりすることもあります。だから今まで普通に食べてきてるヘビには、別にこれといってそんなね、無茶なことはしなくていいと思います。特に矯正とかアシストとかすごい難しいんで、はい。だからそのままあれで、俺は OK だと思います。だから、まあとりあえずそういう本を買って読んで、で、まあまあ、それで大体自分の中でこう納得して、それでもやっぱりちょっとね、なんかこう、なんかありますよね。そういう時はもう一匹買う。これが一番俺はおすすめです。はい。ね一匹ぐらいね、まあまあ、もう一匹買ってっていうのも面白いかもしれないですし、まあ多分一匹飼えるんであれば、全然買ってあげたらいいと思いますよ。はい。まあ、それが俺の中のおすすめの魚食の対処法ですね。はい。これが一番いいと思います。うん。だからまあ、そうですね。ただまあまあまあ、病気とかそんなんは多分、ね、もし心配だったら一応病院に連れて行くべきです。ね。もし本当に心配になったら、うん。でも別に何も言われないんだったらね、病院でも。もうそのまま置いといたらいいと思います。ボールパイソンでもそこそこもう太ってたら、全然ほっといていいと思いますよ。食べないときは食べないですし。で、だいぶ期間を空けて、例えば普段1週間やってんのを、1週間に一度上げてんのを、2週間開けてやったら食べてくれるとか、そういうこともありますから、うん。そういうふうに、まあ、いろいろ自分の中で工夫、するのがいいと思います。その蛇について一番よく知ってる、その拒食してる蛇について一番よく知ってるのは飼い主自身ですから。うん。だからまあ、たまにヤフー知恵袋とかにも、なんか、まあまあ載ってますけど、そんなんより自分をやっぱり俺は信じた方がいいと思います。だから自分で本を買ったり、まあそういう風にして、うん、するのが、まあいいと思います。まあね、何も食べない蛇とか、ただまあ寂しいですよね。だから一匹、迎えましょう。まあまあ、そんな感じです。なんかちょっと変な話になってますけど、そういうのもありかなっていう、あれですね。話ですね。はい。っていうことで、まあ俺は買いません。うちはもうこれで精一杯なんで買えませんっていう感じです。まあそういうことなんで、まあね、そんなんでいいと思いますよ。はい。うん。まあ、ということで、まあ、これで給食は一応終わりです。あと、まあね、この時期に合わせて、まあ、繁殖に向けて、ちょっと休眠とか、そういうのも、まあ、話したいんで、まあ、また、そういう話も取り上げていきたいと思います。はい。ってことで、まあ、今回は、まあ、これで終わりにしましょう。役に立ったかどうかは、ちょっと、わかりませんね。はい。ってことです。まあ、よかったらまたチャンネル登録やツイッターのフォローとかもお願いしたいですね。はい。これからもどんどん動画上げたいですし、あと、最近ミルダムっていうところで、ライブ配信してるんですよ。それも結構面白くてみんな来てくれてるんで、よかったら、うん、ミルダムのアプリをダウンロードして、で、まあまあ、見に来てくれれば、全部概要欄に書いてますんで、よかったらよろしくお願いします。それでは、
皆さん素晴らしいヘビライフを。では、さようなら。